皆さんこんにちは。こんにちは。今日はお忙しいところ長崎太郎さんの対前カンファレンスにお集まりいただきありがとうございます。私は今日司会をします連携室の看護師の吉原と言います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。ではまずはじめに主治医の天本先生の方から今日、初めてお顔を見る方もいらっしゃいますので、天本先生からこちらの順番で簡単に自己紹介をお願いしていいですか。主治医の天本です。よろしくお願いします。お願いします。病棟担当看護師の中島由紀子と申します。よろしくお願いします。お願いします。薬剤師の龍です。よろしくお願いします。お願いします。担当理学療法士の本田です。よろしくお願いします。お願いします。訪問介護ステーションのヘルパーの畑中と申します。よろしくお願いいたします。保健薬局の方から訪問します薬剤師の手島です。よろしくお願いします。訪問看護ステーションの看護師の道水です。よろしくお願いいたします。ケアマネージャーの大町と申します。よろしくお願いいたします。在宅筋を担当します拓磨と言います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日のカンファレンスなんですけれども、約1時間を予定していまして、段取りとしてはまず、このメンバーでお手元のサマリーをで長崎さんの情報共有とそれから支援の方向性を話し合います。でその後にご本人と今日は次男さんに入っていく予定にしておりますのでよろしくお願いします。で長男の方ですけれども日中仕事が開けられないそうなので、長崎さんが退院されたら週末と夜は次男さんと交代して介護していくというふうにお話をされていました。それではまず、主治医の天本先生、長崎さんの病気の治療経過と現在の状態と予測される状況について簡単に説明をお願いします。簡単な、病歴と病状についてですね、一度説明させていただきたいと思います。患者さんの名前は長崎太郎さん、57歳男性ですね。直腸がんの局所再発と脳転移、大腿骨の骨転移を、今現在認めている状況です。主な病状とかは、サマリーの通りです。全身麻酔科に手術を3回、またサードラインまでの化学療法と放射線治療を受けており、BSC に移行しています。現在は、全身状態が徐々に厳しくなっていて、歩行も体重負荷がかかると骨折のリスクがあり、杖歩行をしております。食事摂取量も徐々に減ってきており、誤嚥のリスクも高くなっているため、緩和ケアや接触、嚥下の状態管理が主な療養のなってくると思います。抗がん剤治療により末梢神経障害が生じていますので、体力や筋力の低下もあるため、日常生活動作のためにリハビリが介入しております。以上です。天本先生、だいぶ病状が進んでいるようですよね。かなり厳しい状態に近いかなと思うんですけど、予後はどれぐらいと考え厳しく見れば大体もう半年ぐらいかなって、月単位の勝負になってくると思います。主に、現在のところも右足の痛みですねの軽減を図って、いるような形ですね。線髄の神経を巻き込んだ神経性の疼痛かなで、がんが巻き込んだような感じかなと思っています。そのためにオキシコンチンとリリックカプセルをですね使用していて、徐々に痛みの方は緩和しているような感じです。以前はもう右足がさすったり、顔をしがめたり側外バトってもう上を向けないような状況だったんですけども、薬がちょっと効いてきたのか、やっぱりきちんと座れるような形になってきて、食事摂取量も以前に比べると食べやすくなったから増えてきたかなという形です。また骨の転移に関してはですね、ランマークの注射をですね使用しているような形です。定期的にですね、カルシウム値も定期的にフォローして特に問題はないと思っております。今日は歯科の先生は来られてないんですけども、歯科に関しても特に、顎骨壊死なんかのですね症状も見られませんし、今のところ問題ないかなという形です。卵膜中に関してはですね、骨転移により骨折のリスクを考え、今後もやっぱり必要だと考えております。
退院後も引き続き、歯科の先生にフォローを受けながらですね、卵膜中和していかんといかんとかなって考えております。この卵膜中なんですけれども、この注射4週間に1回皮下注するお薬なんですけど、前回が3週間前だったので、今度は次の来週ですね、来週を投与予定の週になっています。あとこれ低カルシウム血症を起こしやすいお薬ですので、予防としてデノタスチアプル錠を飲んでいただいていることになります。これは連日投与です。また痛みの方なんですけれども、その鎮痛薬の増量と、あとは骨病変への放射線照射っていうのも行って、そのことやっと効いてきたのかなって感じで、痛みは減ってて、レスキュア前はですね、予防投与とかで1日3、4回以上使われてたんですけど、今は1日1回使うかどうかぐらいになっています。この方の住居が丘の上で階段が150段もありますんで、今後ちょっと病院に使えない通院しての注射というのは難しいと思うんですよね。それでこの際の在宅で卵膜の方を引き継いでやらせてもらおうかと思います。血液検査もできますからいいかなと思いますけどね。訪問薬剤師さんいいでしょうか。卵膜の方は、準備して対応したいと思います。わかりました。それじゃあ引き続き卵膜を打っていただくということでですね、もし何か、必要な、不明な点がありましたらですね、いつでも連絡をいただければ対応したいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。病気の経過と今後の予測についてはよろしいでしょうか。それじゃあ続いてですね、病棟の担当看護師より長崎さんの今の療養の状況についてですね、あと気になることとかを説明をさせていただきたいと思います。お願いします。はい、ご本人はオキシコンチンに加えて鎮痛補助薬のリリカが開始になったので、随分痛みが緩和してリラックスして過ごされるようになられています。足の方も痛いみたいですけども、骨転移を理解されてて、体調性負荷をかけないとかご自分で注意はされてるみたいですけれども、ちょっと若干体力が低下されててふらつきがありますので、少し介助が必要、見守り程度でいいかなと思いますけれども、介助が必要かなと思います。で、お家に帰ったらお風呂に入りたいってすごい強いご希望をお持ちでですね、ぜひ訪問看護師さんのお力で入らせていただけるといいかなと思います。服からお風呂に入るためのこの着脱とかはちょっと準備だけしていただくと多分ご自分で可能かなと思いますが、椅子があると随分楽かなと思います。あとは排便なんですけれども、排泄の方が少し便秘気味でお薬でなんとか調整できてるんですけど、時々肝腸とかも必要になる時もあるかもしれないですね。あと発熱が時々あるんですけど、その時やっぱり元気がなくなったり意識がちょっと降り散られて痙攣みたいなちぐはぐな言動が出やすくなられるので、少し発熱には注意が必要かなと思います。血圧とかのバイタルサインは落ち着いています。よろしくお願いします。あれですね、入浴のところをすごく希望されているということなので、訪問看護の方で、支援をさせていただきたいと思います。ご自宅に戻ってからいろいろまた出てくるかと思いますので、全身状態見ながら、排泄については天本先生とか手島先生ともですね、相談しながら対応したいと思います。で、入浴についてもご本人さんの希望に添えるようにチームで検討しながらいきたいと思います。ご自宅のお風呂場は深さとか広さはどんな感じでしょうか。はい、よろしいですか。先日ですね、次男様の立ち会いのもとにちょっとお風呂の方を見てきました。写真を持ってきたのでちょっと見てもらってよろしいでしょうか。一応お風呂の広さは割と広いような状態なんですけども、深さもそこまでは深くはないんですが、ただこの浴室の中を長崎さんが移動するにはちょっと手すりとかが必要なのかなっても思ってます。あと椅子等ですね、また自分で着替えはなんとかっていうところでしたけども、例えば脱衣所のところで椅子を置いて、必要性があったら椅子とかを置いてですね、座って着替えられるような状況にしたいと思いますし、
とヘルパーさんの方も入られますので、もし訪問看護師さんの方で、その手前でヘルパーさんでも大丈夫な状況であればですね、体調を見ながら、はい、ヘルパーさんにも身体介護の方で調整も可能ですので、その時はまた教えていただければって思います。はい、ありがとうございます。ちょうど生活動作とかお風呂の環境のとかのお話になってますので、現在理学療法士がリハビリをしておりますので、そのリハビリの状況についてですね、ちょっとでは報告をさせていただこうと思います。はい、お願いします。現在ベッドサイドでのリハが中心になっております。で、杖歩行とか、ポータブルトイレの異常に関しては見守りでできている状況です。で、筋力低下は中等度で、気虚動作ですね、自分で起きることはできてます。で、移動に関しては T 字の杖と、あと液化介助で、トイレ歩行までは実施できております。で、約30メートルの歩行が可能なんですけども、骨転移のために右下にほとんど荷重ができてない状況で、杖と介助者に寄りかかりながら歩くといったところです。で、入浴の時と行為に関してもですね、見守りで、できはするんですけど、椅子があれば安全性は高くなりますので、手すりも設置されてるんですけど、できれば実際の動作をですね、訪問リハの方にも確認していただいて、調整していただければ助かります。お薬とかの影響で少しふらつきが出られたり、お熱が出た時にふらつきがあったりするんですけど、基本的には見守っていただければ多分大丈夫だと思います。鎮痛補助薬のリリッカーが導入されてから、天本先生の説明にもありましたように、以前と全然違って辛さが軽くなられてるみたいですね。笑顔も時々入れるようになられてるんですけども、ご家族がやっぱり若干強く不安を訴えられていまして、痛みの調整が少し不十分な時期があったので、そのせいかなとも思いますので、ご家族のケアの方もよろしくお願いいたします。ご自宅のですね、先ほどお風呂の方の手すりはまた今から検討していくということでしたけども、トイレとか玄関とかそういうところの住宅改修の方はどうなんでしょうね。手すりはついてるんですか？ですね、今回の入院前に手すりの方はちょっと若干つけてるような状況なんですね。あと残が多分12万ぐらいは住宅改修費用残ってると思いますので、そのあたりはまたリハビリの先生と入られて必要なところがあればですね、教えていただきたいなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。ただ移動に関してはちょっと不安定な場合があるので見守りがあるということですけども、そこそこ動けているということですね。あと住宅改修もまだ若干やろうと思えばやれる状況ということですね。はい、ありがとうございます。今までのところで皆さん何か疑問とかありましたらどうぞ遠慮なく大丈夫です。ちょっといいですか？はい、どうぞ。お薬の件で、入院中の服薬管理っていうのは看護師さんの方で管理されてたんでしょうか？それともご自身で自己管理ですかね？あと理解度とかもどうですかね？そうですね、入院中は毎回ご本人のところにお持ちする都度予約という方法でお薬をお渡ししていたので、お家に帰られたらできたら一方化さえしていただいた方が、間違いがないかなと思います。あと少し嚥下機能が落ちてこられているので、お薬とか食事の方も少し注意を評価をしながら注意していくことも大事かなと考えています。嚥下機能の評価ができたらいいかなと思ってるんですけども。そうですね、一方化するんだったらちょっとこの方今の処方のままだと服用タイミングが時間置きと朝夕寝る前で5回もあるので、ちょっと2回ぐらいにまとめられるかなと思うので、ちょっと主治医の先生と相談してまとめるような形で一方化っていう方がいいかもしれないです。その時にデノタスチアブルは大きい錠剤でそれを噛み砕いて飲むような薬なんですね。なので朝の一方化に混ぜちゃうと逆に嚥下が悪くなるので、それだけは別にしてお渡ししようと思います。わかりました。では服薬だけでなく嚥下状態も含めてですね、ご家族ともちょっと確認をしながら自宅での服薬方法の管理とかですねの方法というのをちょっと確認していきたいと思います。ありがとうございます。
種演劇の評価はご家族とか在宅の関わるスタッフの情報を共有してですね、考えていこうと思います。場合によっては歯科の先生とか管理栄養士さんにも入ってもらって今後のことを考えていこうかと思ってます。今のところお食事の形態ですけれども、普通食が食べれておりますでしょうか。そうですね、主食は全がゆなんですけど、朝はパンでお昼はおそうめんみたいなのを召し上がっています。今の状態はまあまあなんですけども、今後状態が落ちていかれると形態を変えていく必要があるかなと思います。あと食事の準備はセッティングがあった方がいいと思いますが、ご本人あんまり好きなものとか嫌いなものとか特別終わりじゃなくってご飯の量が少し減っていますので、エンシュアリキッドを飲まれています。エンシュアリキッドはコーヒー味とバニラ味がお好みですので、そちらを処方していただければいいかなと思います。ありがとうございます。ご自宅に戻られましたらですね、ご家族の方にもお聞きしまして、できるだけ食べたいものを楽しんで食べていただけるようにしたいと思います。はい、ありがとうございます。食事は大事なんでよろしくお願いいたします。あとちょっと長崎さんの経済面のところなんですけれども、今ですね、医療費国民健康保険で3割の自己負担でいらっしゃって、高額医療費制度の限度額適用認定書っていうのがあるんですね。なので入院中の支払いというのは44,000円払って、あとは入院中のお食事代とかを支払われてるんですけれども、在宅に行くと、先生が入り訪問看護が入りお薬代があって薬剤管理指導があってなると、それ一回手出ししないといけなくなるので、あと戻ってくるのも3ヶ月後ぐらいになるんで、ちょっと負担が大きくなるかなと思っていて、であんまり経済的にも余裕はないとおっしゃってるんですけど、その辺どうですかね。訪問看護師さんがいいのかな。そうですね、介護保険の場合であったら、多分訪問看護師さんにしても先生方にしても居宅療管理指導にしても枠外っていうところで医療保険の方にも入ってくるっていうのもあると思うんですけど、介護保険の方でいくとおそらくレンタルと、あとヘルパーさんですね、ヘルパーさんの方の料金ってなってきます。で回数的なものは必要最低限でちょっと始めてから、それから回数を増やしていくのかどうなのかっていうところで検討はしていきたいと思ってるんですけども、今前回としたら病状がちょっと変わってきてて、手すりの方もやはりもうちょっと追加しないといけないのかなっていう状況があると思うんですね。で退院がもし早ければ住宅改修間に合わないと思いますので、一応レンタルの方で、必要最低限に突っ張り棒とかでレンタル先生ありますよね、なのでそちらの方とかを利用して、であとは在宅の方ではポータブルトイレ病棟でも利用されていたっていうことでしたので、ポータブルトイレの方の購入もこれはちょっとさせていただきたいなというふうに思ってます。でベッドなんですけど、これもレンタルでっていうことになってくると、2モーターか3モーターかっていうことになってくると思うんですね。でご本人様長崎さんの状態を考えると、看護さんとしては一応3モーターを準備はしてるんですけども、一番安い業者さんを見つけていただいて、見つけてっていうふうには思ってるんですけども、一応3モーターであと介助バーも必要ですかね。今病棟では介助バーはついたベッドを使っていただいてますね。そしたらそれも一緒にレンタルがそうですね、できますそっちの方がフラフラがある時が対応しやすいかなと思います。であと一つ気になるのがですね、ちょっと方角にはそこのところではなるんですけど、エアマットとか、そういう部分も今の時点で必要なのかどうかっていうところをちょっと検討していただいて、まだ動かれてますので、エアマットだと少し危ない方が心配かなと思いますので、今のところ床ずれの予防マットはいらないかなと思います。ただ今後少し動きができられなくなって横向きとかもできられない時にはマットも必要だと思いますし、大変間のその介護の方も必要になってくるかなと考えています。
一応除圧のマットはそんなに料金は変わりませんので、活用させてもらおうと思ってます。もし対抗が必要になったりとかっていう状況になったら、やはりそちらの方のマットに変えて、自動で対抗できるエアマットもあります。もしそれが必要になったら言っていただければ看護師さんの方から、手配したいと思いますので。そうですね。できるだけコストは少ないところで、やっていきたいと思います。介護保険は1割負担なので、今お聞きした段階でもさほど心配はないかなと思いますけど、医療費が結構かかると思うので、その場合、委任払いという方法も国保の場合はあるので、またなんか聞いていただいて、それだったら委任払いの手続きというのもありかなと思います。はい、すいません、よろしくお願いします。そしたら、医療サポートがたちまちいりますので、高松先生、退院からの医療サポートについては、まずは退院の当日伺います。その時は訪問看護師さんと一緒に、いいですね。夕方になると思いますけど、診療終了後伺おうかと思います。今のところ特別点滴とか特殊な治療はないんで、一回訪問して様子を見て訪問回数とかね、考えていこうかと思ってますけどね。最初の日、大町さんも一緒に行けますかね。はい、行きます。はい、お願いします。絶対先生に声かけてください。はい、じゃあ、皆さんありがとうございます。大体の方向性はまた、主治医の訪問診療、訪問診療になるんですよね。ですね。はい。で、訪問看護と訪問薬剤管理指導ということで、介護の方では、必要だったら住宅改修ですね。あとヘルパーさんも入っていただけるということ、手すりをつけるということという方向性でよろしいでしょうか。はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。